よっしゃ、やっと発売されましたね。いかなる理由があったかは分かりませぬが、ずいぶん待ちました。アメイジング山口よりストリートファイター6ルークの紹介では、開けていこう。よいしょ。出てこいルークサンドブラスト。おお、なんかでかいな。なんかでかくねえか。よいしょ。そうそうそう、この前腕ね。いや、たまらん。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして、ルーク・サリバン、ストリートファイター5で初登場し、現6において実質主人公。元アメリカ陸軍特殊部隊出身という随分ふんわりとした設定。デルタフォースなどのその辺の固有名詞は出せないのかな。現在は PMC に所属し活躍している。いかにも近代の総合格闘家といったデザイン。私服を再現しているらしいんですけど、個人的にはここ上半身裸の戦闘仕様が良かったかな。頭部を見てみよう。デフォルトでついているフェイスパーツは少し笑みをたたえている。これはデジタルプリントは使われているのかな。どうなんでしょう。まあどちらにせよね、非常によくできている。傷は造形はされておらず塗装のみですね。アイプリントも問題なし。その他フェイスパーツもさっと見てみよう。上半身、青いトレーニングベストはファブリック製。ジッパーは別素材で本物のジッパーのよう。スライダーもきちんと作られている。フードは縫い付けられているので被ることは叶わぬ。その代わり見栄えがいいですね。ドッグタグはこの部分で接着されているのでずれる心配はありません。ここ嬉しいですね。で、インナーはこれ最初ラッシュガードと思っていたんですが、裾がベストからはみ出しているのを見ると普通にトレーニングシャツなのかな。そしてルークといえばこの肥大しすぎた前腕部。これ鍛えてどうこうなるような筋量じゃないですけどね。なんかね、缶詰のほうれん草を握りつぶしながら食べそうですね。で、傷は造形された上に塗装されていて、血管もしっかりと造形されている。ナイスバスキュラリティ。で、ストリートファイター5では、ここに星のモンモンが入っていたんですが、それは除去したらしい。オープンフィンガーグローブはナックル部分がオレンジで色分け。バンドには USA の刻印。下半身、裾絞りのスウェットパンツを着用。シワの造形が素晴らしいですね。足元は素足。可動範囲いきましょう。アクションフィギュアの申し子のアメイジング山口なんで、もうさっといきます、さっと。動かないところはありません。頭部上はこう、うつむきこう、ぐりぐり回って、肩にはいつもの肩甲骨可動。腕横へはこうで、ぐるりと一周腕の付け根で回って、二の腕バイセップスがあって、肘がここまでいけて、肘自体で回転。手首はこのような可動。胴体、後ろへはここまでいけて、前はここまでいけて、ぐりぐり傾き取れて、
股関節に引き出し機構はないんですけど、この太ももの切れ目のモノシャフトドライブを活かしてやれば、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、さっきも言った通り、ももにロールがあって、膝がここまで曲がり、すねで回転あって、足首、後ろへはこう、前はこう、傾き取れて、つま先可動あり。フェイスパーツ以外の付属品、まずは、ハンドパーツが各種と、こちらは、後日発売される、竜に取り付けられるやられ顔。なんかね、まじまじ見ていたら、千葉真一さんに見えてきましたけどもね、戦国自衛隊の時のね。で、打撃のエフェクトパーツが2つ。そんなエフェクトパーツの取り付け方なんですけど、フィギュア本体の3箇所に穴が開いています。肘の部分と交換用ハンドパーツ、そして足の裏。そこにこのエフェクトパーツを差し込んであげるだけ。エフェクトパーツを取り付けるとこんな感じになって、この商品に限らず、アメヤマのエフェクトパーツは本当に素晴らしいですね。おまけの範疇にとどまらず、フィギュア本体と同等の熱量で製作しているのがわかる。このルークなんですけどね、実在の誰をモデルとしているのか、もしくはモデルなんていないのか、その辺ちょっとわかりませんけども、俺初めてこのキャラ見たとき、あの選手思い出したんですよ。あれさっきまで思い出たのに、あの人最近こんなんばっかり。ユライア・フェイバー。そう、ユライア・フェイバーね。UFC 殿堂入りも果たしましたよね。ユライア・フェイバーを思い出しますよ。ファイトスタイルもどことなく似ている気がするんですよね。サイズ比較、フィギュア2、仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。ジャダトイズのストリートファイター各種と並べてみよう。こう見るとルークちょっと大きく見えるかな。まあでも遊ぶ分には問題ないか。次にストームアリーナのハンマバキと並べてみよう。いいですね。初期の UFC と現在の UFC って感じがしますね。で、ゲーム本編 DLC でこの対決、ワンチャンスあるか？ないか。では最後に、フィギュアーツの竜とストームアリーナのアルファ竜並べるとこんな感じで、このルークね、生ける伝説のファイターである竜に対して煽り、少し物議を醸したそうですが、個人的には若者は傲岸不遜なくらいが元気があってちょうどいいと思いますけどね。はい、では終わります。ばっかだね、これ。客観的に自分見てどう思うんすかね。今回も本当にありがとう。バイビー。